ちは、ありんです。今日も動画を見てくださってありがとうございます。今日は紫外線対策グッズ。はい、ということで、もうだいぶ暑い日も増えてきて、紫外線対策が欠かせない季節になってきたかなと思うので、今回は2026年の夏に向けて、今年新しく買ったものとか、もともとお気に入りだったものとかっていうのを紫外線対策の一軍アイテムということでまとめてご紹介していきたいなと思います。毎日バッグに入れてるものだったりとか、今年買い替えて良かったもの、あとはお出かけの時に使いたいちょっとおしゃれなこだわったアイテムなどご紹介していくので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。今年は夏対策シリーズみたいな感じで美容編とか暑さ対策アイテムのご紹介とかも今後予定してるので、チャンネル登録してぜひ楽しみにそちらもお待ちいただけると嬉しいです。とにかく白くなりたい方、今年は日に焼けたくないなという方はぜひ参考にしてもらえると嬉しいなと思います。それでは早速スタート。はい、ということで早速ご紹介していきたいなと思います。絶対質問来ると思うので先にご紹介しておきます。こちら TWICE のライブの時にも着ていたスナイデルで今年購入したワンピースです。リンクは概要欄とかコメント欄に貼り付けていますので、ぜひそちらをご覧ください。はい、じゃあまず一つ目。じゃーん、こちらです。これは今年新調した日傘、バッグの中身紹介とかで、軽量のすごく軽い日傘っていうのをずっとご紹介してたんですけど、そちらが結構もうボロボロになってきたので、今年新しいものを買いたいなと思って、こちらを選びました。これがですね、じゃじゃん。モノズっていう名前なのかな。楽天で購入をしたんですけれど、リンクも概要欄に貼っておきます。これ今定価が3990円ってなってるんですけど、私は楽天スーパーセールの時に買ったので、2000円ぐらいで購入することができました。これがですね、真っ白の傘で、これジャンプ傘になってます。ここを押すと一気に開きます。じゃん。こんな感じで、本当に何の変哲もない真っ白の傘。はい。で、こだわりポイントなんですけれど、内側は絶対黒で、火を通さないようにしていて、逆に外側は白、明るめの色で日を集めすぎないっていうのが、私の日傘選びの基本。UV カットについても遮光率 100%、UV カット率 100% という感じで、ちょっとまだこれ購入してからすっごく暑い日に外で使ったことはなくって、雨の日しかちょっとまだ使えてないんですけど、しっかり雨の日も使える晴雨兼用傘ですし、遮光もしっかりしてるっていうので、入れっぱなしにもってこいかなと思ってます。今回傘選ぶときに意識して選んだところになるんですけれど、形状記憶っていうところでちょっと探してみました。形状記憶が何かというと、この傘を畳んだとき、これ畳むときもボタンなんですけど、こんな感じでちょっと怖いんですけどね、ワンタッチで閉じることができて、これをちょっとフリフリしたりするとざっくり形がついてるので畳みやすいっていう商品になります。で、これ形状記憶がもっとしっかりついてるものもあるんですけど、ここまで最強な感じではないかも、正直。やっぱりちょっとシワっぽさ、記憶されきってないところがあるかなとは思うんですけど、あんまり形状記憶が強いとこの分傘が重くなってしまうので、形状記憶と重さ両立したちょうどいいとこかなとは思います。自動で開く傘なので、閉める時とかはググッと結構力入れないと閉まらないっていうのが、ちょっとネックなところではあるんですけれど、こんな感じですぐ畳めるところがいいなと思ってます。はい。で、これのもう一ついいところが、この傘自体の大きさが多分ちょっと大きめになっていて、開いた時の大きさ、直径が約98センチ、プラス8センチっていう風にはサイトを書いてるんですけど、やっぱり傘自体の幅が大きいと、その分ちゃんと日陰になるし、雨にも濡れにくいし、もう今の日本、日傘手放せないですから、しっかりとした遮光を優先しようと思って、あんまり軽量タイプにこだわりすぎず、こちらを選びました。ということで、重さはですね、前回持ってたものよりは少し重くなるんですけれど、一応軽量タイプで 240g。これカラー3種類あって、実物見れないので迷ったんですけど、
アイボリー、ホワイト、ベージュっていう3色展開のうち真っ白な傘にしました。これは夏の暑い日だけっていうことでもなく、本当に雨の日も晴れの日も通勤バッグに入れっぱなしにしようって思っているアイテムになります。結構爽やかなカラーでシンプルで安っぽくないので、ちょっとこのジャンプ機能が壊れたりしないかっていうのは今後不安なところではあるんですけど、2000円で買ってるので私かなりいい感じじゃないかなという気がしています。はい、気になる方ぜひチェックしてみてください。じゃあ次。じゃあ2つ目。こちらなんでしょう。アームカバーです。こちらも楽天で購入したのでリンク貼っておきます。もともと去年の夏の動画でもご紹介したことがあるんですけど、ユニクロのアームカバーを使っていて、今年はちょっと買い替えるというか、追加するっていうイメージでこちらを購入したんですけれど、こんな感じ。はい、私はこれも楽天スーパーセールのタイミングで購入をして、クーポン使って1190円ぐらいで購入をしたんですけれど、定価が1990円で、今もまた時間限定の半額クーポン出てたりとかするので、こちらもぜひタイミング測って購入してみてください。これサイズとタイプがいくつかあって結構選ぶの難しかったんで、私の選んだ商品は URL 見ていただいて、そのうち2026年超冷感ロングタイプのグレーという商品を選んでいます。なんか似た名前では同じ名前でも色が違ってとかいろいろ書いてて、色選び賭けだなと思ったんですけど、こんな感じのペールブルーみたいな、私の好きな感じの淡いグレーと青の間みたいなカラーですごくいい色だなと思ってます。で、今回このアームカバーを買い足した理由なんですけれど、ここです。手のひらがちゃんと隠れる。これが欲しくってちょっと新しく購入してみました。やっぱり傘を持ってる時とか、運転する時、ハンドルを持ってる時、気になったりとか、そういうのがあったりしたので、やっぱり手の甲まで隠したいなって思うことが多くって、良さそうなカラーと価格帯と機能と兼ね揃えていて、こちらを選んだんですけど、ユニクロとの大きい違い、腕につけた時のゆとりがすごくある。こうやって普通にしてると下がってくるぐらい私は太めな作りだなと思ってるんですけど、ここゴムで調整ができるようになっているので、ご自身の腕のサイズとか着心地の好みに合わせて好きなサイズ感に調整できるっていうのもいろんな方に使いやすいアイテムなんじゃないかなと思います。ここの幅のところが割と余裕があるので、あんまりムチムチ感が気にならないのはすごくいいかなと思います。指のところは引っ掛けられるようになっているので、中指とかを止めてもらうと、ここもすごくだらんとなりすぎることがないように、手の甲まではしっかりカバーできるような形になっています。下ろしてたらちゃんと下までカバーできるし、上向いてても甲まではしっかりカバーできるような作りになっています。で、あともう一ついいところがあるんですけど、アームカバーつけてると時計が見れなくてちょっと鬱陶しいなって思う時あるんじゃないかなと思うんですが、ここに切れ込みが入ってるので、時計を普通に見れるんです。これが意外といいなと思って、Apple Watchとかはちょっと通知来てたりするのとか、音楽次にとか、Apple Watchせっかく操作できるのに、アームカバーつけてると何もできなくて、なんか振動だけ鳴って、みたいな感じになってしまうので、チラッと普通に時計が見えるっていうのは意外と私的にはありそうでなかった便利機能かなと思ってます。口コミは接触冷感って書いてるけど、そこまで接触冷感な雰囲気がないとかっていうのもいつかお見かけしたんですけれど、この2026年私が買ったバージョンの商品については結構いいぐらいにひんやりするかなと思います。冷たいっていうまではないですけど、ちゃんと接触冷感な感じの使い心地になってるかなって思います。私の理想に近い青すぎず地味すぎずな綺麗な色合いかなと思うので、あんまり合わせる色も選ばず着やすいかなと思っています。
ユニクロで購入したものももちろんたくさん使ってるし今年も使うんですけど、ここの幅がゆとりがあってっていうのとかすごく着やすくて使いやすいなと思ってるので、これはバッグに常備して、ユニクロのアイテムはお洋服によって使い分けたり、職場とか車に置きっぱなしにしたりと、そんな感じで使ってもいいのかなと思ってます。ということで次、じゃーん。はい、また日傘です。こちら、今年新しく購入した日傘なのでご紹介したいと思います。ちょっとこれは店頭で、百貨店で購入をしたんですけれど、ちゃんとネットでも見つけたので、こちらもリンクを貼っておきたいなと思います。これ、ジェルスチュアートの傘で、価格が定価で 16,500 円の商品になっています。結構お高めなので購入するか迷ったんですけれど、このデザインの可愛さと、あとはサマーシールドっていう機能、特殊3層ラミネート構造からなるなんとかなんとかで、遮光性 UV カットが 100% 兼ね揃えている一級遮光生地を使っていて、体感温度マイナス4度以上という、日傘として機能が優秀ということで、表記ついていたので、いいなと思って思い切って購入してみました。これ本当に可愛いんで一回広げてみましょう。2段階になってるので、こういう感じで伸ばして、あとはこれは手で広げるタイプです。ますでしょうか？あんまり伝わってないかもしれないですが、先ほどからお伝えしている内側が真っ黒で、外側が今回はグレージュのようなカラーになっています。この色合いがすごく可愛いと思って、今回フリル付きのもうザ・おしゃれ日傘っていう日傘を欲しくていろいろ見てたんですけど、その中でもこのフリルのところがですね、こんな感じでパイピングになっていて、一番縁のところが黒い感じで施されている、そんなデザインになっています。で、この傘のところ、一番端のところも、かぎ針編みみたいな感じの、ちょっと透けているような感じの作りになっていて、ここがすっごく可愛い、ラブリーな作りなんですけれど、このベージュのカラーも相まって、そこまでブリブリすぎる感じじゃないっていうのが、30代、割と使いやすいんじゃないかなと思っています。で、こちらもこの傘の直径が気持ち広めに作られているっていうところと、このフリル部分がこういう風に降りてくるような形になるので、普通に何もついてない傘に比べてちょっとパラソルみたいな感じで日差しを防いでくれやすいような気がしていて、そこが紫外線対策にもとってもいいんじゃないかなと思っています。ちなみにこれ折りたたみのサイズじゃなくって普通の折りたたまない傘もあって、私は今回あえてこの2つ折りぐらいのサイズ感のものをチョイスしてみました。これですね、さっきご紹介した折りたたみ傘みたいに完全にちっちゃくするまでもない、ずっと外うろうろする日とか、可愛さ重視でおしゃれ重視で日傘を持ちたいっていう時に使えるようなデザイン性にこだわりまくって日傘が欲しいなと思ってたんですけど、折りたたんでこの長さだと、例えば電車に乗った時にポンと膝に置くことができたりとか、バッグに一応こういう感じでスポッと入れたりすることができるっていうのがものすごくいいなと思いました。長い傘だとやっぱりバッグにはもちろん入らないし、電車で座ってる時とかも前の人とか横の人に当たらないような感じでもしっかり持っとかないといけないっていうのが、やっぱり私傘がすごく嫌いなので持ちたくないな、めんどくさいなって思う理由の一つだったんですけど、これだと本当にコンパクトに畳めて、もう自分の体の近くに置いていて邪魔にならないので、別にバッグに入れてコンパクトにしたいんだっていう日じゃなかったとしてもかなり使いやすいかなと思って、この日傘少しだけ短くなる折りたたみっていうのをセレクトチョイスしてみました。これすごくいいんじゃないかなと思って今年めちゃくちゃ使う気がします。お出かけの時ももちろんそうなんですけど、仕事の時も会社に行って帰るだけとか、そんなに頻繁に出し入れしない時とかって逆に気分が上がるこういう傘で優雅に出勤したりするのも楽しいかなと思ってるので、やっぱり高級傘を買ったからにはたくさん使いたいなと思います。で、これも西雨兼用傘なので雨の日も使えるんですけれど、1個注意点はここの紐のところが完全に布の素材になってるので、
多分土砂降りの時に使うと閉じた時にここが濡れてちょっとカビやすかったりとかするんじゃないかなと思ったり、ここ縁のレースのところから多少水が入ってきたりっていうのがあったりすると思うので、本当に雨の時も晴れの時もっていうよりは、今日は日傘持っていくけどもしかしたら帰り雨がちらほら降るかもしれないみたいな時ぐらいまでかなと思います。雨が降ってる時に持っていくっていうようなものではないのかなと思っています。でも本当にこれめちゃくちゃお気に入りなので、たくさん今年も使ってお出かけしたいなと思います。やっぱこういう紫外線対策系って持っていくまでが、使うまでがめんどくさい、鬱陶しい、気分が上がらないっていうものだと思うので、本当に可愛いお気に入りのみたいな日傘を持つことで美意識も上がるし、美白対策もちゃんとしっかり継続できるかなと思って選んでみました。これめちゃくちゃ一押しなので、ぜひ真似してほしいなと思っています。ちょっと高いんですけどね。はい、じゃあ次。じゃじゃーん。こちら、UV 対策洋服。まず一つ目。じゃん。こちらはですね、今年あんまり買うつもりはなかったんですけど、UV カットパーカー、ユニクロをフラッと見てるときに、すごい可愛いと思って試着したら、なんかとても可愛かったので、つい買ってしまったっていうようなアイテムです。商品名が UV カットシェアオーバーサイズパーカー。カラーがライトパープル。で、なんと、これ私身長170センチでサイズ S サイズを購入しました。S と M と試着したんですけど、S サイズでも結構オーバーめな作りになっているので、シルエット好みにもよるかもしれないですけど、ちっちゃめでもいいのかなと思ってます。で、これ定価が結構高くって、ユニクロ U の商品なんですけど、私が購入した時、あと今も値下げされていて、3990円。元値が確か8900円とか、なんかすっごく高かったんですけど、今結構買いやすい価格になってるので、UV カットパーカーを狙ってる方はぜひチェックしてみてください。シャカシャカ系の素材感になっていて、触り心地もこんな感じ。そんなに接触冷感っていう感じではないの。ひんやりひんやりっていう感じはないかなと思います。袖も別にこの甲までしっかり指先までっていうようなものではないかな。一番可愛いなと思ったのはこのカラーですね。なんかさっきご紹介したアームカバーと結構似た感じに見えるかもしれないですけど、こっちの方がもう少しだけ紫みが入っている、ちゃんと紫感があるようなカラーで、さなちゃん推しだしちょうどいいかなと思って。やっぱり車に乗ってる時とか結構首周りとか顔周りとか焼けたりするので、フードかぶるまではちょっとあんまりしないかもしれないですけど、こんな感じで、ここ、首のところが結構上まで上がるので、かぶると結構首のところとか横のところまで紫外線防いでくれるかなと思って、そこもいいかなと思ってちょっと購入してみました。ここがですね、ウエストのところがキュッと絞られたようなデザインになっているので、骨格ウェーブの方とかはやっぱりすごく似合うかなと思います。今年初めて UV カットパーカーっていうのをちゃんと挑戦してみようと思って買ってみたんですけど、もしすごく使えそうだったらいろいろ探してみたいなと思ったりとかしています。でもやっぱ結構暑いような気もしますけど。はい、そしてこちら。はい、これも前々から紹介してると思うんですけど、楽天で購入をした帽子、多分2000円ぐらいで購入をしてて、ここのつばが広いような帽子になっています。頭のところが結構私にとってはぴったりサイズで、一応このゴムでサイズを少し伸ばしたり縮めたりっていうのができるようにはなってるんですけど、もうちょっと余裕があってもいいのかなと思ったりしました。そんなに頭が大きいっていう自覚がなかったんですけど、やっぱり帽子ってここがきついと結構髪の毛がこうぐっと押し込められてしまって、跡がつきすぎるのとかが気になるとか、こう密着しすぎて頭が熱くて帽子すぐ取りたくなるっていうのがあって、私あんまり帽子ってかぶりたくないんですけど、もう本当に女優のお忍び旅行みたいな雰囲気が出るので、はい、すっぴんで顔を見せたくないとか、コンビニでさらっとちょっとしたものだけ買って帰りたいみたいな時にもすごくいいかなと思います。紫外線集めるからあんまり黒くない方がっていう風に傘の時ずっと言ってたんですけど、帽子は髪の毛に近い方が目立たなくていいかなと思って黒をチョイスしました。
ただまあちょっと重くなるので明るめのカラーのベージュとかの帽子も挑戦してみようかな、どうしようかなっていう感じです。やっぱり髪の毛が壊れちゃうからあんまりそこがネックになってるんですけど、でもやっぱこういうのがちょっとあるといいかなと思います。一個注意点は、私今髪が伸びてきたのでこういう帽子をかぶってもまあそこそこいい感じに着れるんですけど、髪が顎ぐらいの長さの時とかちょっと鎖骨上ぐらいのボブヘアの時はあんまり似合わなくって、なんか普通のキャップとかの方が良かったので、そこをちょっとご自身の髪型によって気をつけた方がいいかなと思います。じゃあ次、はい、サングラスです。こちらはですね、スレッズとかでもバズってたんですけど、こちら、スイートの雑誌の付録になっています。あんまり日頃買わない、ちょっとラブリー系な系統の雑誌なんですけれど、こちらの付録が可愛くて安くていいということで、コールマンのサングラスがついてて、ケースと本体とメガネ拭きっていうのが全部ついて、雑誌のおまけになって価格1780円ということで、すごくお手頃なんです。これの一番の魅力は超光サングラスっていうところで、今そこまで紫外線がないところなので普通の透明なんですけど、紫外線が降り注ぐところだと色が濃くなるっていうと、ちょっとすいません、正直これをまだ外につけて街を歩いたりしてないので、どのぐらいの紫外線でどのぐらい暗くなるかがはっきりわからないんですけど、これすごく便利だなと思って、できたら車の中でもしっかり紫外線カットできるぐらい反応してほしいなと思うんですけど、なんかメガネ屋さんでこの超光サングラスの話を聞いた時に、車の中ぐらいの日差しでちゃんと暗くなるのって結構レベルが高い、しっかりしてるものじゃないと反応しないみたいで、そこのランクがあるみたいなので、ちょっとこれどちらなのか不明です。私的にはここのレンズのサイズが私の顔に対してジャストすぎる。なんかもうちょっと大きめの方が小顔に見えるような気がして、超光サングラスっていうものがすごく気に入ったら、またちゃんとメガネ屋さんとかで選んでみてもいいかなと思ったりしました。今年はちょっとそういうのを考えるきっかけになればと思って、ちょっとお手頃超光サングラスから始めてみようかなと思ってます。はい、ということで今回は私が2026年の夏に向けて準備している紫外線対策アイテムをご紹介してみました。本当に年々紫外線対策って大事だなと感じるようになってきて、本当に美白でいることの大切さと楽しさをすごく実感するようになってきたので、いろんなアイテムを探したり挑戦したりしてるんですけど、日焼けしたくないからといって私全身防御して不審者みたいになるスタイルとかはちょっと違うなと思ってるので、しっかり機能性がありつつ毎日使いやすいものだったりとか楽しみながら持てるものっていうのを取り入れながら夏を楽しんでいきたいなと思ってます。はい、ちなみに今回は外からの紫外線を守るっていうアイテムたちをご紹介したんですけど、次回は美白ガチ勢の私が選んだ美白をキープするための美容アイテムっていうのをまとめてご紹介したいなと思ってます。日焼け止めとかインナーケアとかスキンケアとかいろいろご紹介していきたいなと思ってるので、ぜひそちらも楽しみにしていただけると嬉しいです。はい、ということで皆さんのおすすめももしあればコメント欄に書いていただけると嬉しいです。以上、ありんでした。また次の動画でお会いしましょう。